こんにちは。ここは北海道札幌市 JR 札幌駅前です。私札幌に 2,3 度訪れたことあるんですけど、なんだかんだこの JR の駅前は初めて来たかもしれません。結構大きくてかっこいいですね。しかもこれから北海道新幹線の札幌延伸なんかがあってどんどん進化していくという噂を聞いているんですが、どうなるのか楽しみです。で、今回は札幌に2泊3日するんですが、学生時代の友人で札幌が地元のやつがいまして、今回はその彼の実家に2日間お世話になることができますので、そこに泊めてもらいつつ札幌の美味しい食べ物をいろいろ食べ尽くそうという、そういう旅行になります。よろしくお願いいたします。札幌名物のグルメの名店とか、あとは友人が本当にもう札幌のことは知り尽くしているようなので、なんかそういう地元の人ならではの名店とかそういったところに連れてってもらおうかなと思ってます。一旦その友人の家に向かうので地下鉄に乗ります。ちょうど昨日北海道はすごい寒波で雪がかなり降ったんですが、札幌は地下が発展しているということで地下鉄までもこの地下通路を伝っていけますし、ちょっと隣町ぐらいだったら地下で行けるのがありがたいです。ということですすきのにやってきました。すすきのといえばこの有名なブラック日課の看板があるんですけど、これは私自身は初めて見ましたね。この駅から降りてすぐのところの商業施設、これできて1ヶ月ぐらいしか経ってない新しいところらしいです。名前は分かんないって言ってましたね。とりあえずここが1軒目ですね。函館海洋亭すすきの2号店さんというところでちょっとここに行こうと思います。お店の中入ってきました。まだ17時なんでお客さんあまりいないんですけど、友人が予約してくれて早く食べに来ました。ここもともと函館発祥のお店らしくて、函館のこういったものがいろいろとあります。じゃあお願いしてもいいですか。ありがとう。で、毛ガニがこれ友人がもう予約してくれたんですけど、なんだっけ、刺身と茹でがやって刺身が美味しいね。いいよ、じゃあ押してちょっとこれでとりあえず刺身とかいろいろ頼んで注文します。札幌クラシック最高。こちらお通しの松前漬けです。生きてるの、生きてる。これ何ガニでした？毛ガニ、生きてる毛ガニ漬け、初めて見た。そうなんですよ。はい。おおすげえ。こちらは白玉ポン酢とタコの鉄板焼きみたいな。うわ美味しそう。うわ、ウニも。これはホッケの刺身でしょ。これは北海道でしか基本食べれない。足が速くて関東では無理です。すごいね。初めてホッケの刺身。じゃあちょっとホッケの刺身いただきます。うわ、初めてだね、本当に。なんかサクッ、なんていうの、柔らかすぎ、ふわふわっと美味しい。で、ちなみにちょっと取ってなかったんですけど、これもめっちゃ人生で一番食べた白玉で一番美味しかった。めっちゃ美味しい。じゃあこのミョウバンを使ってないっていうウニをいただきたいと思います。これ醤油いらないらしいです。どんぐらいすくえばいいの？こんぐらい？これはやばい。でも全部いっちゃうこれは美味しい。これが毛ガニの刺身です。さっき動いてたやつです。調理方法すごい難しいらしいですね。とても美味しそう。ちょっと食べたいと思います。で、ちょっと他にもホッケもそうですけど、ニシン初めてだ。で、これマス、これもめっちゃ美味しかったですね。身がでかくて、でやっぱウニが忘れられない味をしてますね。美味しすぎます。もう全般的に美味しすぎます。これなんだっけ、タコの頭。これ見たことないですね。北海道ではスーパーで普通に売られてるらしいですけど、後で食べてみますね。もうなんかもう初めて食べるものとか美味しいものが多すぎて追いつかないです、情報が。このタコもこれも美味しかったです。ちょっといいのね。どう？美味しい？うわー、いいな。毛ガニ、これ一応これが爪で、こっちが足で、こっちは足のなんか上下どっちかなんですけど、
とりあえずこれ食べたけどすごいな。なんかゼリーみたいにブルッブルしてました。すごい。北海道なんでも美味しい。本当に。これね、ソイ。初めて。関東にはもうほとんどないよね。この辺で取れるらしい魚。あ、だからさっきからずっとわさびで取れてるけど、わさびでいいかな。うん。もしかも美味しいわ。これは逆にプリプリっていうか、なんつうの、歯応えがある。美味しい。あ、美味しい。確かにね、これはね、生姜の方が合うわ。なんとなく。これ北里って友人が頼んだお酒です。日本酒。これ水割りだっけ？これ北里です。お願いします。これは11種。おお、ありがとうございます。11種。これは友人がおすすめしてくれたお酒らしいですね。これ友人の北里、これ焼酎なんですけど、昆布で作った焼酎らしいんですよ。でこれがね、すんごい本当にふわっと昆布の香りがするんですよね。結構飲みやすいね。美味しい。なんか勝手に人のめっちゃビールビール飲んでるけどこれ確かに美味しいわ。でこっちが僕が頼んだ11種っていう、なんか札幌のお酒メーカーが作ってるものだそうです。やばい。これ美味しい。あ、確かにこれはなんだっけ、なんだっけ、違う、日本酒を知り尽くした人がなんだっけ、これいいってよく言うんだよ。これは毛ガニの肩の部分ですね。それをこうやって、これどういう状態なの？煮てんの？茹でたのか。肩の部分とか茹でてくれます。じゃあちょっとこれ食べますか。これめっちゃ美味しいんですよ。もう本当にウィーダーゼリーをキュッて入れるみたいな感覚で食べてますけど、めっちゃ美味しい。カニはこれをこう割るの。適当でいい割り方。適当で割って、でこれをほじるの。しゃぶりつく。いや、ほじる。これは何もつけないで食べるの。あ、そうやってこうやって食べてもいいのか。本来の甘みっていうか。美味しいね。じゃあこの白玉、これね本当に美味しい。これよ。白玉じゃない。あ、ごめん。なんだっけ？白子。そう、白子。北海道の名前でタチ。あ、タチっていうの？北海道でタチっていうらしい。でこれもうちっちゃいの1個あるから後であげる。ちょっと油？いいよいいよ。いや、まあいいや、とりあえず食べるわ。これすごい好き。これタコの頭ね。これもなかなか北海道以外で流通しないんだよね。ないと。確かに見たことないかもしれない。じゃあタコの頭いきます。こんな感じなんだろう。美味しいね。まあでも確かに味はタコって感じがするわ。これあら汁です。美味しそう。毛ガニの味噌はいけへん。マジで9個。ちょっとそういい感じいい感じ。そう。これいいよ。そう。これなんでいいの？これすくって。はい。カニ味噌って食べたことないかもな。まともに。まあ美味しいね。あ、もう変な癖もないし美味しいわ。海洋店さんめっちゃ美味しかったですね。また札幌来た時絶対行きたいです。全部美味しかったしお腹いっぱいになりました。結局1時間半から2時間ぐらい行ったかな。最高でした。ごちそうさまでした。また来ます。これいけすのカニですね。こちらがここの函館海洋亭さんのこのポスターみたいな。いや本当に美味しかったですね。最高でした。北海道グルメ満喫。いきなりこんなに満喫しちゃっていいのかっていうぐらい美味しかったです。この後ですね、またすすきのにある別のお店に行くんですけど、
そちらはヒロシんちだっけっていう、今度は逆に肉料理のお店に今から行きます。もうこのツルッツルの札幌の道路、お酒飲んだ状態で歩くのちょっと怖いですけど、滑んないように気をつけていこうと思います。とりあえず次の店までこのすすきのの中心街みたいなところ歩いてるんですけど、やっぱすごいですね。さすが三大歓楽街というだけあって、いろんなそういったお店がたくさんあるんですけど、とりあえず次のお店に向かって歩いてます。ネオンがギラギラと輝いていていいですね。でここら辺になると、これ地面があったかくなってるの？ロードヒーリングで雪があったかいの？でもちょっとなんか床暖房みたいになってるかも。この辺雪がなくて歩きやすいですね。だいぶ違います。そうなんだ。毛ガニの刺身は生きてる状態じゃないと無理なんだ。なるほどね。あったかいわ、建物に入ると。友人がまた2軒目も予約してくれてまして、ひろしんちさんっていうところで7時半から予約してんだっけ？もう今遅れてる？そうか、ひろしんち。じゃあ2軒目ひろしんちでお疲れ様です。これ何刺しだっけ？タン刺しか。でこれが小袋初刺し。これ何？これは2時間55分煮込み。そうか、煮込みか。なんかどれも美味しくてすごいな。小袋。これ美味しい。ハツも食べていい？これ美味しい。さすがいつも食べてるっていうだけのことある。2時間55分煮込み。すごい、油がすごい。プルプル。これ美味しい。いい感じ。もう一個食べちゃう。これはやばい。抜群にうまい。山根が食べた煮込みちょっと食べてみようかなと思います。美味しいでしょ？でしょ？美味しいよね。もっと食べな、これからここ来たら。今日初めて食べたでしょ？絶対もっと食べた方がいいよ、常連なんだから。でも同じものしか食べないから。これも同じものに入れてよ、じゃあ今度から。ちょっと煮込みが美味しすぎたんで2杯目頼んじゃいました。これ本当に美味しいですよ。もうこのプリップリのこれがもうたまんないぐらい美味しい。びっくりした、美味しすぎて。これはまぜそばですごい美味しいらしいですね。いいよ。いいね。美味しそう。美味しそう。いいね。いい感じ？いい感じ。どう？美味しい？本当に美味しい。マジ？いや、ちょっと食べるわ。美味しいの。食べてみ。これ美味しいわ。いや、ひろしんち本当に美味しかったです。ちょっとなんか久しぶりにお酒飲みすぎてしゃっくりがさっきからずっと止まんなくなっちゃったんですけど、とりあえず今日はお店はもうこれで以上で、友達の家に泊まらせてもらうんで、今からまた家に向かいます。今日はこれで以上とさせていただきます。たぬき工事か。いいね、アーケード。雪がないからすごい歩きやすい。もうしゃっくりが止まんないんだ、さっきから。かわいい。かわいい。そうか、札幌自然があるのか。ちょっとまだ札幌の土地感が全然わかんないから。じゃあさっきから割と
同じところずっとうろうろしてるみたいな感じか。近いところちょっと滑んないようにこう手すり持って地下街へ。いや、いいな、地下街ありがたいわ。地下鉄で友人の家へとりあえず行きます。今日はおはようございます。2日目です。今朝はなんと、今朝っていうか昼前なんですけど、友人のお母さんが用意してくれた朝ごはんを食べて、で実はこれは友人の分で私はもうほとんど食べ終わりました。すごい美味しかったです。これイクラが北海道、札幌のご家庭はイクラが普通に出てくるの、食卓に。出てもおかしくはない。すごい美味しかったです。朝ごはん食べてお家出てきました。友人はまだ支度があるので、私だけ先に出てちょっとブラブラしてから後で合流してまた別のところへ向かいます。今札幌ファクトリーって言っていろんなお店が入ってる商業施設にいるんですけど、そこのこの一角にこういったものがありました。札幌開拓市爆酒醸造所です。でこの札幌開拓市ビールっていうのは何なのかと言って調べたんですけど、今の札幌ビールの前身の北海道開拓市時代のビールのメーカーです。で多分これ当時のものなのかな。で現在でも現役のブリュワリーとしてビールを作っているそうですね。見学は無料って書いてありました。札幌ビール、釜がいくつか並んでるんですけど、こういったもので作ってるんですね。で実はこの後現在の札幌ビール、今の札幌ビールの、札幌ビール博物館というところにいて、そっちはそっちで工場見学をするので有料の、なのでちょっと次は札幌ビール博物館というところに向かいます。ただ途中にたまたまこういったものを見つけたのでちょっと立ち寄ってみました。ミスター、ここに書いてありますね。北海道の歴史と札幌ビール。北海道開拓はロシアの南下政策に対する、北米北米の防備と、殖産工業による国富の増進という意味合いを持った国家的一大事業で、国家予算の3分の1もそんなに当てられてたんですか。この札幌ファクトリーの開拓市ビール醸造所跡地はいわば札幌の日本のビール産業発祥の地。札幌ファクトリー内のここですね、札幌開拓市ビール醸造所では当時設置された小施設の一つである井戸が現在も使われている。井戸が使われてるんですね、今も。もともと札幌でビールが作られたようになった理由として、この雇ったアメリカ人のそのビール関係者の人が、北海道の風土がビールの主原料大麦の生育に適していることから判明したと書いてあります。でこのまた別の方が今度小樽に近いところで野生のホップというものを発見して、でビールの2大原料である大麦とホップが北海道では栽培可能ということで、北海道でのビール作りが始まったと書いてあります。この人がビール事業を進めた人です。先ほどの札幌ファクトリーという施設から歩いて10分ほどでやってきました。やってきましたというか、ここが入り口で札幌ビール園ビール博物館、この中にあるんですけど、どうやらこれ日本ハムファイターズの室内練習場らしいですね。こんなとこにあったんだ。この道をさらに10分弱ほど進むとおそらくビール博物館があります。ここ誰か選手練習してんのかな今。そういえば地味に古いロゴがそのまま使われてますね。私は断然この昔のロゴ派です。ちょっと新しいファイターズのユニフォームとかデザインは未だに慣れませんね。ということでやってきました札幌ビール博物館です。本日は15時半から2人で工場見学ツアーを予約してます。プレミアムツアーっていう名前だったかな。1人2000円でインターネットで事前に予約ができました。札幌ビール園と札幌ビール博物館があって、札幌ビール園っていうのは普通にビアガーデンっていうかレストランみたいな感じかな。かっこいいですね。さっきから工場見学と言っていますが、実際にはプレミアムツアーといって博物館の見学ツアーでした。失礼いたしました。金額も1人1000円です。で入ってすぐにこの大きな煮沸釜というものがあって、これは実際に2003年まで使われていたものだそうです。だから多分もともとはここも工場機能があったんですけど、現在は博物館に改築されたといった感じでしょうか。ちなみにこの煮沸釜かなり大きくて85万キロリットル、350ミリリットル缶24万本分を一度に作ることができるそうです。
この札幌ビール博物館の建物自体は130何年前、明治時代に作られたものと言っておりました。プレミアムツアーではガイドさんが展示物を紹介してくれます。1876年、ビールの醸造所が札幌に作られたのが札幌ビールの発祥だと言っていました。で、これが初期のビール瓶ですね。すごい、1878年から現在のものと、ほとんど変わってないですね、形は。で、こちらが正式に民間会社になった際の中心人物で、2024年新1万円札になった渋沢栄一さんもここに登場します。札幌ビールはもともと北海道に産業を作ろうという他に、外国に販売して外貨を稼ぐという目的もあったので、外国向けのラベルというものもたくさん作られました。札幌ビールは1906年に一度札幌ビール、日本ビール、大阪ビールの3社が合併して大日本ビールという会社になるんですけど、その時は現在のアサヒビールとも同じ会社になっていました。恵比寿ビールは引き続き札幌ビールですよね、今も。その後戦後になり、1977年に札幌瓶生というものが発売。これが現在の札幌黒ラベルの発祥とのことです。ちなみに黒ラベルというのはもともとそういった製品名ではなかったんですが、ラベルが黒いということからお客さんの間で黒ラベルという愛称が広まり、それが逆輸入されて製品名になったらしいです。こちらがビールの原料となる大麦とホップです。実際にホップの匂いを嗅がせてもらったんですけど、なんか独特の、なんていうんですかね、なんかハーブとも違うけど、なんかそういった植物の匂いがしました。プレミアムツアーの最後はお待ちかねの試飲タイムです。現在の札幌黒ラベルとここでしか飲めないと書いてあった明治時代の札幌ビールを復刻したものの2つを飲み比べることができます。スープカレー味のおつまみもセットでついてきます。で、こちらが復刻ビールなんですけど、感想としては非常に飲みやすかったですね。なんか今のものとどう違うかっていうのはうまく言語ができないんですけど、とにかく非常に飲みやすくて美味しかったです。正直この復刻ビールが本当にここ限定かっていうのはちょっと定かではないんですが、ただそれが本当だったらこの復刻ビールを飲むためだけにでもプレミアムツアーに参加する価値は十分あるなと思いました。しかも札幌ビールの歴史を散々見てきた後なんで、本当になんか感慨深いというか、これが明治時代の人は飲んでたんだなと、そういった思いで美味しいビールを飲めて本当に良かったです。ちなみにビールは博物館の中のプチビアガーデンみたいなところで飲むんですけど、ここの雰囲気もすごい良かったですね。ビール瓶で作ったこういったシャンデリアみたいなのもありましたし、あとは普通は多分席取るの大変なんですけど、プレミアムツアーの方は限定でなんかそういった仕切られた区画があったので、そこで座って飲むことができました。あとこれも多分ツアーの一環でガイドさんが美味しいビールの注ぎ方を教えてくれました。グラスにうまいこと泡を立てる入れ方というのを丁寧に教えてくれて、ちょっとこれは美味しそうだなと思って後で実践してみることにします。ということでまんまとミュージアムショップで先ほどのグラスと全く同じものを600円でお土産に購入することになりました。札幌ビール博物館見学終わりました。ビール飲み比べすごい美味しかったですね。どちらも。こちらの札幌ビール園開拓士館っていうのは多分中がレストランになってるんですね。札幌ビール博物館はちょっと鉄道のアクセスが微妙っちゃ微妙なんですけど、でもこの隣の有オ、こっからだと JR の苗穂駅か、苗穂駅に直結してるらしいので、有オはそこから帰ります。行きはちなみに地下鉄のバスセンター前から20分ぐらい歩きました。今日は友人の家で食べようということで第一というスーパーやってきました。ここはなんか海鮮のいろいろ品揃えが豊富だそうです。ちなみにここすすきのなんですけど、札幌駅からすすきのまでずっと近い側があるから、雪の寒いとこ歩かなくて済むという大変便利な設計です。札幌のスーパーは海鮮の品揃えが豊富なところが多く、結構穴場だと思います。私は今回友人の家に泊まるんですが、例えばホテルに泊まったとしてもお刺身をスーパーで買ってホテルで晩酌とか、そういった楽しみ方もできそうですね。北海道産の新鮮なものが多く、この生牡蠣もサロマ湖産と書いてありますね。少し調理のハードルは上がってしまいますが、ジンギスカンもたくさん売っており、この有名な松尾ジンギスカン、札幌の人はお店には行かないけどスーパーではよく買うとのことです。あと近くにある余市蒸留所からの直送か、ウイスキーの種類も豊富。札幌グルメの代名詞であるスープカレーも美味しそうなのがたくさん売ってました。さっきのスーパーで夕飯買って今からまた友人の家へ向かうんですが、その前にセイコーマートにちょっと立ち寄ろうと思います。セイコーマートといえばホットシェフ、やっぱり地元の人にとってもここのフライドチキンはとても美味しいらしいです。美味しい。もう家に帰ってきてから結構時間経ったんですけど、とりあえず食卓に並べました。これはザンギですね。ホタテで、これなんかアサリの酒蒸しキャベツ和えみたいな、ホッケ、お刺身、こちら生食用の牡蠣です。
ちょっと先ほど札幌ビール博物館で習った美味しいビールの入れ方を試してみようと思います。半分ぐらい。そうじゃない？こんなもん。かな。これで最初泡だらけにして引くの待つんだよね。今これ泡がほとんどなんですけど、粗い泡になってるじゃん。うん？上粗い泡になってるからいい感じ。いいの？これ泡と黄色い部分が1対1ぐらいになるまで一旦これ待ちます。でこれでだいたい半々ぐらいになったら普通にこう静かに注いでって、こんなもんかな。待ってもいいね。うん？でここまでいったらまたちょっと待ってで最後仕上げに残ったやつをこう入れてやるとなんかもうすごいプルプルの泡になって倒してもこぼれないってさっき博物館のお姉さんが言ってたんですけど、でもこんなもんか。多分ね、泡が立ってくると思うんだよね。うん、なんか泡がモリモリになって、確かにちょっとやそっとじゃこぼれないかも。意外と素人でもできる綺麗な泡の作り方、皆さんもぜひやってみてください。こんなに素人でも綺麗に入れることができました。美味しそうです。クラシック美味しい。明日帰るんですけど、途中でクラシックビールをお土産で買って帰ろうと思います。初めての生牡蠣を食べてみるね。人生初。ポン酢でね。いただきます。美味しい美味しい。スーパーで買った松尾ジンギスカンの特上、ちょっと食べてみよう。玉ねぎから。これ美味しい。さすが特上。常設じゃん。すごいね。誰後ろが雪持ってくるトラック。へえ。二大体制で。手を結ぼう。ほら。まだ先火ある。いやまあでも残そうと思います。どうよこれ。いいね。ちょっといびつだけど美味しそうや。めっちゃ怖いんだけど。こぼれない。すごいね。ちょっと牡蠣チンして若干蒸して食べます。ポン酢ひたひたにつけると個人的には美味しくて好きですね。結構大きいな。ということで2日間大いにお世話になった友人宅を出てきて、で最後もう今日夕方には空港向かうので、友人と最後にお昼ご飯を食べにまた札幌すすきの方面へ向かいます。この歩行者専用アーケード商店街たぬき工事、通称たぬきを歩いていきます。でお昼はスープカレーを食べます。でスープカレーの発祥はシャンティっていう店らしいんですが、有名な札幌で一番有名なのがガラクっていう、私が以前トマムでも食べたお店です。で今回行くのはそのガラクの姉妹店系列店のトレジャーっていうスープカレー屋に今から向かいます。そこも11時半オープンですごい人気だから結構並ぶんじゃないかって言われてて、なのでもう今まだ11時25分ぐらいなんですけど、ちょっとオープン同時くらいに向かってます。たぬき工事を抜けてやってきました。ガラクの進化系系列店、和風だしと秘伝醤油の新定番トレジャーやってきました。今のとこ今も実はもう11時半過ぎてるんですけど、行列とかないからすぐ入れるのかな。メニュー何にしよう。このチキンレッグが定番らしい。で友人はこの海鮮の魚介ブイヤベースシーフード食べたかったらしいけど販売休止になってます。なんかキャンペーンあって、ちょうど今日から雪ミクコラボシーフードカレー1月19日スタート、こういうのがありました。なんかランチだといろいろトッピング無料だったり、ソフトドリンク100円引きだったりいろいろ特典がありますね。でこれがさっき言った雪ミクキャンペーンっていうやつのポスター。
店内はこんな感じで非常におしゃれで落ち着いた感じです。結構韓国人とか外国のお客さんもいる印象ですね。とりあえず飲み物のバナナらしいです。友人のいちごらしいにはなぜかバナナが刺さってました。こちらが焼きラムしゃぶスープカレーです。美味しそう。やっぱね、札幌の人はこう家でラムしゃぶっていうのを食べるみたいですね。私は初めてです。じゃあライス、美味しそう。こちらは今日から発売、期間限定のホタテのなんとかシーフードカレーです。あ、出た。初音ミク、雪ミク。背がなくて美味しいわ。ちょっと野菜も豪快にいくね。おいしい。ごちそうさまでした。いや、もう美味しすぎてすぐ食べ終わっちゃいました。友人はまだこんな残ってます。いや、スープカレートレジャーさんめちゃくちゃ美味しかったです。このステッカーももらっちゃいました。でちなみに今回友人のお父様にご馳走していただきまして、本当に友人のお母様お父様にはお世話になりっぱなし、ありがとうございます。最後快速乗って新千歳空港向かうんですけど、その前に駅ビルアピタにあったアピタだっけ、アピアか、アピアにあったこのカフェクロワッサンとかで最後締めのコーヒー飲んで帰ろうと思います。まもなく北広島です。